こんにちは、オートウエストエンドです。さあ、今回はこのように BMW のメーターパネル、インパネですね。ここに隠された機能がありますので、それを紹介していきたいと思います。ちょうどメーターの真ん中にあります小さなデジタルのパネルに電圧を今表示させています。ちょうど前回紹介しましたこちらの電圧計、これがなくても、そしてまた OBD2 ツールという車のいろいろなデータを表示するツールがあるんですが、それを使わなくても見ることができる、このあまり知られていない BMW のデータの見方、これを紹介していきたいと思います。今早速車に乗り込みましたが、実はその前に確認しておきたいことがあります。それは VIN ナンバー、車両識別番号と言ったりもします。ちょうどドアを開けたこの辺りに VIN とVIN ナンバーが書かれています。もしくはこういったフロントガラスのこの部分ですね。ここにも同じく VIN ナンバーが表示されています。今回使うのはこの VIN ナンバーの下5桁、その5つの数字を足します。全部計算したその合計の数字、それをこの隠された機能を表示させるパスワードのような、そんな意味を持った数字になります。それではまずキーを差し込んで1回スタートボタンを押します。アクセサリー電源モードですね。ブレーキを踏んでいません。そしてこの左下のボタン、これを長押しします。トリップメーターのリセットボタンなんですが、そうしますとしばらくするとこのブレーキフルードのアイコンが出てきます。ここで僕は親指を離しました。そうしますとブレーキフルードの交換のリセットやブレーキパッドセンサーのリセット、オイル交換のリセットなどができます。このモードに関しては以前動画を上げましたので概要欄に貼っておきます。今回紹介します車両のさまざまなデータを表示させる機能、実はこちらの機能とは異なります。入り方が似ていますので詳しく説明していきます。この長押しをしている間、先ほどのブレーキフルードのアイコンが出てきますが、そこで離さずにしばらくまだ押し続けます。はい、そうしますとこういった小さいテキストでいろいろ情報が表示されます。これが今回紹介する機能に入れたという証拠になります。またエンジンを回した状態ではどうなるのかと言いますと、実はそちらの方が簡単で、先ほどのオイル交換のリセットモード、リセット機能ですね。あちらのアイコンは表示されません。もうそのまま車両の詳細データの機能に連れて行かれます。だいたい10秒ぐらい長押しをしている感じです。そしてこの小さいテキストが表示されましたら、間髪を入れずその番号がだんだん大きくなっていくのですが、19まで押していきます。19に切り替わるタイミングで親指を離して、そしてロックがオンになっています。これを解除して初めてこの機能を使うことができます。そしてその下にコードと出てきます。これは先ほど VIN ナンバー、車両識別番号見ましたね。それの下5桁の合計、それをコードとして入力していきます。僕の X5 の車両番号 VIN ナンバーは下5桁を足しますと12になります。ですので左下の先ほど長押ししていたボタンを12回押します。そうするとコードと表示されたところに右側にある数字が1つずつ上がっていきまして12と、そこで離します。そうしますとアンロックされた状態になります。これで様々な車両データを見ることができるようになります。それでは今この小さな画面に左上01と書いてあります。全部で項目が21ありまして、それぞれの項目に小さな項目がついてきます。01の00、01の01、01の02といった具合にいろいろな詳細データを
その01の項目の中で見ることができます。とても項目が多いので、僕自身も全て把握しているというわけではありませんが、分かる範囲で説明していきたいと思います。ちなみに今表示されている項目は01の04と、そして日付が2007年10月31となっています。おそらくこれはインパネが駆動し始めた日付だと思われます。そしてこの01に関連する項目、これはこのインパネのコンピューター周りですね。それの情報が表示されます。SW となっていたのはソフトウェア、そして他にもハードウェアのバージョン番号などが表示されています。そして先ほどのボタン長押しをしますと次の項目02に移すことができます。これはインパネのテストボタンで、この先ほどのボタンを2回押しますとメーター周りのこの針がですね、ぐるっとウェルカムダンスのように動いてくれます。僕のこのインパネはテストがうまく行えませんでした。皆さんはいかがでしょうか？本来なら2回この状態でボタンを押しますと、そのテスト動作が始まります。そして長押しして次の項目。3番は僕もわからないので割愛させてください。4番、これに関しては燃費関係のデータがずらっと表示されます。04の03、これは一旦左のボタンでトリップメーターをリセットしてからの距離が表示されていると思われます。そしてこちらは 100km あたり何リッターで走っているか、その燃費の表示ですね。続いて05も同じく燃費関係の表示です。16.5 リッターで100キロを走ったと今表示されていました。こちらですね。続いて6番の項目。こちらはガソリンタンクで L がレフト、R が右、S が合計の意味のサムですね。そしてそれぞれに対応する数値がその下に書いてあります。左側のタンクは 18.6 リッター、右側のタンクは 34.5 リッター、合計で53リッターのガソリンがこの X5 に入っていると、現状入っているということになります。そして続いてはおそらくセンサーの状態だと思われます。左のセンサー、右のセンサー、それぞれ数値が出ております。そして同じ項目内ですと、このボタンを押し続けると項目内でループをしていきます。そして長押しをすると別のカテゴリーの項目に移動します。07番は僕も結構使っていました。本来ならば OBD2 ツールなどを使ってしか分かりませんが、この機能を使えばこの07の00では冷却水の温度105度と分かります。そして続いて07の01、これは外気温ですね。そして07の03になりますと、このタコメーターのエンジンの回転数を表示させることができます。今ちょっとアクセルをね踏んで回してみます。右のタコメーターに連動してこのデジタルのタコメーターも数字が上がって、そして下がったという感じになります。 OBD2 ツールを買うまで僕もこのウォーターポンプの調子がちょっと悪い時にこの冷却水の温度を表示させつつ運転をしていました。そして常にこの温度をモニターするといったような使い方をしていました。はい、それではどんどんいきましょう。08、こちらの項目はスピードですね。スピードメーターがこちらに表示されます。そしてそのスピードメーターに関する付随するデータも続けてその次の項目で表示されています。おそらくトリップメーターと連動してそのトリップメーターが始まってから実際に運転した時間などが出ていると思われます。はい、続いて9番の項目、これも僕は結構使っていました。こちらはバッテリーの電圧です。
今 14.1V になっていました。先日ご紹介したこちらの電圧計、こちらでは 13.8V となっています。だいたい 0.2V ほどこのオンボードコンピューターの電圧と末端のシガーソケットの電圧で誤差があるようです。こちらも運転しながら常にモニターをしてオルタネーターの調子が悪い時は見ていました。続いてこちら10番の項目、この 7543D となっています。おそらく日付に関する項目だと思われます。7500D が 7500day で日付だと日数だとしますと、この X5 が12年経っていますので、7500日最初にインパネが稼働し始めてからというそういうことになるのかと思われます。そして11の項目は僕がiDrive で使っている単位ですね。温度なら摂氏、距離ならマイルではなくキロメートル、時間は12時間表記ということになります。続いて12の項目、こちらは平均速度に関する表示が出るようです。だいたい時速 41.7 キロすべてを平均すると、この速度で走っているということになります。そして13番は音のテストの機能。これは先ほどのボタンを1回押しますとブリンカーと出ています。指示器ですね。ウインカーの音の確認ができます。おそらくこれ以外もスピーカーのチェックもできるはずなんですが、僕は今回このさっきから押しているボタンしか触っていません。もし他のボタンを押すと違う音のチェックができるのかもしれません。はい、そして項目17まで、14から17までは、これはいろいろポート番号によってそこに信号が来ているか来ていないかというようなデータが表示されます。これに関しては僕もちょっとわからなかったので17まで割愛させていただきます。続いて18ですね。こちらは警告音、ワーニングライトのテストができます。この18の項目に来ましたら1回ボタンを押します。そうしますとこういった警告のアイコンとともに音が鳴ります。もう一度やってみます。こちらのナビの方にもこんな感じで警告メッセージがテストとして表示されます。そして18の次、19は一番最初にこのいろいろなデータを見るこの機能ですね。これをアンロックするために使用しました。最初のサインインをするようなそういった意味合いの項目になります。はい、そして20、これはセンサー周りの項目ということで、これも詳しいことは僕も分かりませんでしたので割愛させていただきます。そして21番リセットとあります。ちょっとね、特に何も書いていないのでリセットと出て怖いですが、日付、そういった周りのリセットをするようです。僕はリセットをせずにね飛ばしました。はい、そしてこれで1から21までいくつかね割愛させていただきましたが、結構盛りだくさんなデータを見ることができるということが分かったと思います。結構これ OBD2 ツールをね使わずともこれだけのデータが見れるので、いざという時に使うのには便利かなと思います。ただエンジンを止めたり鍵をロックしたりするタイミングでこの19番でサインインするようなアンロックをしてこの機能を使えるようにしましたが、それが一旦解除されてしまうことがあります。なので毎回このVINナンバーを足した合計の数、それを入力して、そしてお目当ての項目に行く作業が結構煩わしいので、
常に毎回冷却水を運転と同時にここにインパネに表示させたいと思っても億劫になってねやめてしまったりもします。なので本当に緊急で知りたいという場合に使う感じになるのかなと思います。映像の方は一番最初にコードを入力してこの機能に入りました19が表示されています。このロックの横にオフと書いてある場合はもうすでにコードが入力済みという意味になります。そして先ほど僕が電圧計をよく使っていたと言いましたが、このシガーソケットに挿している電圧計の方は一旦この状態でエンジンのスタートボタン、ストップボタンを押しますと消えてしまいます。ただこちらのインパネにある方は鍵を抜くまではずっと表示されたままです。常時電源に近いようなそんなシステムに構造になっているのかと思います。この僕の X5 は2008年式です。おそらくここの年数付近に作られた BMW であれば E 型はもちろんそれ以外のものも同じ方法で見ることができると思います。ただこの僕が押していたボタン、車種によってはボタンが2つあったり少し仕様が異なっていたりしますので、この機能への入り方若干異なってくると思います。ということで今回 BMW の隠し機能を紹介してきました。 BMW 乗りのお友達に教えてあげるとびっくりされるかもしれません。ということで今回の動画参考になったという方はいいねボタンを、こういった車の機能紹介の動画また見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。